鍵がかけられないアメ車、初代ドッジバイパー。まずこの車ドアハンドルがありません。内側から開けて乗ります。パワーウィンドウもないです。そこで見るからに視界歪みそうなやつはめ込みましょう。乗り込みやドライブスルー受け取りはここを開けます。ボンネットはここから開けますがこのラッチは施錠できません。この車実は外側からロックできる鍵穴がないんですよ。つまりこの車施錠自体できません。さすがにバカだろ。こうやって鍵かけて歩き去るしかないです。家はセキュリティ対策するとして出先でどうするんだこれ。逆に考えるんだ。バイクは鍵かけててもまたがれるさ。湾岸ミッドナイトのゲーム機に座る子供じゃないんだから。ちなみに上のはひっくり返った際のプロテクトバーじゃないです。ここに書いてますよ。このサポートはロールバーじゃないです。ドライブキャレフリー。バカだろ。当時は1000万円級だったのにこのシンプル内装よ。NA ロードスターを V10 で作ったみたいな車だったんです。シートの後ろは収納じゃなくてスピーカー。エアバッグも ABS もトラコン関連も全部ついてないです。組み立て時のボルトを隠すこともしない思い切りの良さ。走りのために無駄なものを省く。ポルシェや BM、フェラーリの本格モデルと同じようなもんです。無駄を省いた先の美学が浮かび上がってきているレベル。マニュアルトランスミッションというアメリカ最高のセキュリティも搭載。でもなぜか燃費走行のためのシフトアップインディケーターはついてるんですよね。シートベルトがドアについてるんだけど、これ事故った拍子にドア外れて吹っ飛んでったら乗ってる人どうなっちゃうの？考えたくもないんだけど何考えて車作ってんの？マフラーの出口だって乗り口からかなり近いところに配置されてます。これやけどしません？むちゃくちゃ危ないと思うんすけど。こいつに乗るとやけどするぜってやつでマジでやけどしそうなのは初めて見たな。ボンネットを開けましょうか。こっちを持ち上げまして。いやそっちが開くんかーい。8リッターですからね。よく見るとエアクリボックスもでかいです。トランクにはダンパーがなく、つっかい棒で固定する方式です。そしてトランク内は見事なくらい何もない。ジャッキとスペアタイヤをネジ止めするのみ。諸君、これが伝説の初代バイパーだ。